今日は開脚前屈についての説明ですね。開脚前屈ができるようになりたいんだけれども、なかなかできない、苦手だっていう方多いと思います。実は私もそうでした。ね私今60の直前ですね。あと3日ぐらいで60になるんですけれども、一番最初に空手を始めた時が18の時ですね。で18の時、体始めた時からもう足を90度に開いて体を90度にまっすぐ立てるっていう、この姿勢がもうそもそも取れなかった。開脚して前屈するところ、90度に開いて90度にまっすぐ座るっていうこと自体ができなかったんですけれども、それでずっと、いろんな先輩からね、毎日やってれば絶対柔らかくなるからって言われてて、で一生懸命頑張って柔らかくなろう柔らかくなろうと思ってなりたいと思ってやってたんですけれども、全然柔らかくなれなくて、でしばらくやっては諦めて、しばらくやっては諦めてっていうのを繰り返しをしてて、40までですかね、はい、42まで、そういう状況でした。はい、で42の、40の時にですね、脱サラして、空路の専業になりまして、で、42の時にですね、これが専業者でプロフェッショナルなのに開脚前屈の一つもできないってめちゃくちゃかっこ悪いなと、もう一回やっぱりちゃんとできるようになりたいなと思っていろいろ工夫したんですね。でしたらその時にある時42の時にパッと気がついたんですけれども、俺そもそも開脚前屈のやり方が全然分かってなかったんだ、間違えてたんだ、で正しいやり方じゃなかったんでできなかったんだっていうのに気がついたんです。で自分なりに考えたその正しいやり方っていうもののやり方に沿って練習をしたら、42の時に1ヶ月半ぐらいで先ほどの、と同じぐらい、ぐらいは、曲がるようになったということですね。ですから、多分皆さんも開脚前屈苦手だ、できない、俺体硬いって言ってる人もほとんどの人が開脚前屈のやり方自体を分かってない。だからそのやり方が分かってしまえば、あとは努力次第で意外にパパッとできるっていう人が多分多いんじゃないかと思います。それで、今回はその説明ですね。はい、開脚前屈ができるようになると、もちろんその高い蹴りを出すのも楽になりますし、あるいは組み技の時の腰の安定も、立ち組みの時の腰の安定も、すごく、良くなりますね。はい、それから寝技になった時のガードワーク、寝技になった時のガードワークの時にも、足が大きく開いた方が有利になります。頑張ってください。押す。それでは開脚前屈の実際なんですけれども、まず開脚前屈に必要な動作3つですね。足をピンと伸ばす、今腕でやってますけれども、足をピンと伸ばす、でその足を開く、で体を前に倒す、この3つですね。足を伸ばす、横に開く、体を前に倒す、はい、この3つの動作が必要なんですけれども、この3つの動作をやるためには順番がいります。順番を間違えるとこれ絶対できないんですね。はい、先ほど言った間違えたやり方っていうのは順番を間違えちゃう。はい、で、人間の体の動かし方には原理原則があって、この場合の原理原則は2つです、ね、まず1つは、股関節がまっすぐ伸びていると足は開かない。足開かないんですこれ、ね、足を開くためには股関節が折れないとダメです。股関節が折れると足は横に開いていく、ね、股関節が折れると足が横に開くことができる。これが1つ目の原理、ね、はい、2つ目の原理が股関節を折る、ね、体を前に倒す動きと、膝を伸ばす動きは相反するので、膝を先に伸ばすと体は前に倒れない、股関節が折れない、ね、股関節を先に折ってから膝関節を伸ばすことはできる。はい、これちょっとやってみますよ。はい、まず気をつけの姿勢でピンと伸ばします。膝関節をピンと伸ばす。でそこから股関節を折っていこうとすると、僕そこ本当に硬いんですよ。これ別にふざけてやってるわけじゃないんですよ。全然いかないんですね。はい、でところが先に股関節を折ってしまう、ね、膝を曲げていいです。はい、でみぞおちと膝がくっつくようなつもりで、股関節を折ってしまう。でその状態で膝関節を伸ばす。これは楽にできるんですね。皆さんもぜひやってみてください。ですか、ね、膝関節を先に伸ばしてから股関節を折ろうとするとそれは無理。
先に股関節を折ってから膝関節を伸ばすのは比較的無理なくできる。これが2つ目の原理原則です、ね、股関節が伸びていると足は開かない、股関節が折れないと足が開かない、はいねはい、で股関節が先に折れてから膝関節を伸ばすことはできるけれども、膝関節を伸ばしてから股関節を折ることができない、はい、これが2つ目の原理。まずこれを覚えておいて、はい、実際にやってみましょう。押す押す。はい、それではここから、実際の開脚前屈ですね。まず間違えてたやり方、ね、昔の私のやり方で、多分今体が硬くてできないって言ってる皆さんも多分こういうやり方しちゃってるんじゃないかな。はい、まず足を開く、はい、で体を前に倒そうとするけれども前に倒れる、これダメですね。はい、先ほど言ったようにまずこの姿勢で足を開く。股関節が今ほとんど伸びてますね。で伸びてると足が開かないんです、はい、で膝関節が伸びてしまっています。膝関節が伸びてしまうとそこから股関節を曲げようとしても曲がらなかったんですよね。はい、ですからこの状態で今もう骨盤が後ろに倒れてます。この状態でどんだけ頑張ってもいつまでたってもできるようにはなりません、開脚前屈、はい、ではどうするかというと、まずこの姿勢をとってください。お相撲さんの姿勢ですね、はい、この姿勢は、はい、股関節がすでに折れてます、ね、股関節が折れてます。はい、で足も開いてます。股関節が折れると足が開きます、はい、でこの状態で今すでに開脚の前屈ができてるんですね。あとはこれで足がピタッと、この膝関節がピーンと伸びてしまえばパーフェクトな開脚前屈になってます。言ってる意味分かりますか？大丈夫ですよね。はい、すでにこの状態が取れる、この状態がもし取れるんでしたらもう開脚前屈は7割8割もうできてるのと同じです。あとはここから膝関節が伸びるだけ。ただ稀にですね、稀にこれはものすごく体が硬くてこの姿勢自体が取れない人がよくいたりします。こんなになっちゃう人ですね、はい、これこうなっちゃう人っていうのは普段から姿勢が骨盤がまっすぐにならずに骨盤が後傾してしまっている人が多いです、はい、そうするとこれものすごく腰椎に負担かかりますね。本来股関節で受け止めなきゃいけないところを腰椎がウエイトを受け止めてしまうと、動きを受け止めてしまうので、これは腰痛になりやすいからです、はい、まず足を開いて四股踏みの形ですね、はい、でそれでお尻をなるべくストンと落とす。この時手で体支えないようにしてください。手で体支えないでストンと手を床につく、あるいは場合によっては肘を床につけるようなつもりでストンと落としてみてください、はい、で横から見た時には体が前に倒れる、はい、股関節が完全に折れてしまって、この姿勢が取れればもう7割8割あるいは9割ぐらいはもう開脚前屈できたと同じですね、はい、でまずこれで股関節が折れてしまえばあとは膝関節を伸ばすだけ。ここから今開いてるこちらの方向に片足を曲げて膝関節を伸ばしていく、はい、この姿勢は一般に伸脚と言われますけれども、伸脚ではなくて体を前に出す、これは半分だけ開脚前屈、半開脚前屈をやってるんですね。ここで無理にピンと膝を伸ばす必要ないですよ。先ほど言いましたようにピンと伸びてしまうと膝関節が伸びてしまうと股関節が動かなくなるんでしたよね、はい、だから股関節が折れてない、ここで股関節が伸びてしまうとダメです。もしあれでしたら膝関節は曲がってもいいので股関節の折れた姿勢をキープしながら、股関節を折った形をキープしながらなるべく膝関節を伸ばしていく、はい、同じように反対側もなるべく無理に膝を伸ばさない。膝をピンと伸ばすことで股関節が伸びてしまうとダメです。股関節は折れた形、膝関節は曲がってもいいですから、股関節が折れた形をキープしながらできるだけ膝関節を少しずつ伸ばしていく。
はい、これを左右で繰り返します。はい、もしこの姿勢がつらかったらこういう形でもいいですね。これで半分だけの開脚前屈です。正座の形から片足を伸ばして、膝は曲がってもいいです。股関節が折れてれば大丈夫です。できれば膝関節はそこから伸びた方がいいですね。はい、ちょっとずつ伸ばしていきましょう。でこれで片っぽずつができるようになったらいよいよ両側です。先ほどのこの姿勢から片足を伸ばす、もう片足を伸ばす、伸ばす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 ってやっていくと、どんどんこの時かかとで立つようにしてくださいよ。かかとで立つようにしてください。これをよく体が硬いと失敗するのはこうやっちゃうんですね。でさっき言ったように股関節が伸びてしまった、股関節が折れてないで膝関節が伸びてだんだん伸びていく。この状態で倒れようとするとどんどんこうなってしまう。股関節が伸びてるからあとはそこから折れない。これがダメなやり方ですね。股関節を折ったまま少しずつこの方向に向かって膝関節を伸ばしていくとつま先で立つような形、つま先が立つような形になります。はい、お尻はあくまで後ろの方に引いて股関節を折った状態をキープしてください。手で後ろに支えて、後ろに倒れないように手で支えてくださいね。でこの状態がどんどん足が伸びていくと、ここでストンと落ちた時にはもうこれ開脚前屈になってます。あとリラックスして重力に任せるだけですね。はい、これで開脚前屈が完成です。ただ先ほど言いましたように体が硬い人っていうのはここで後ろに行こうとした時にってこうなってしまう。一回こうなってしまうともうそこから前に行かない。こういう場合には壁を使ったり台を使ったりしましょう。はい、先ほどの形で、うまく体が支えられない人は壁を使うと例えばうまく上手にできますよ。はい、壁から少し離れて、はい、先ほどの、はい、お相撲さんの形をとる、ね、どのくらいの距離感がいいかは自分なりに工夫してくださいね。はい、でこの状態、股関節を足を開いて股関節を折ってる状態からちょっとずつ足を伸ばしていく。股関節は折った状態をキープする。体が前に行くと股関節が伸びてしまいますよ。はい、股関節を折った状態をキープしながらやって開いていくんですけれども、この時後ろに倒れそうになるのを壁で支えることができます。あるいはお尻がついてもいいですね。はい、でこれでもうすでに開脚前屈、体が起きて開脚前屈をしたの体が起きた状態になります。はい、この姿勢でもいいですけれども、この姿勢からストンと落ちてしまうとこれで開脚前屈、これは体がもう前に倒れてますね。あとはここから時間をかければ重力に任せていけばどんどん体が前に倒れるようになります。あるいはその時こういうストレッチのマットがあるといいですね。さらにいいです。そうするとこの台の高さの分だけ体を前傾するのが楽になります。はい、これはただの台だと難しいですね。この斜面があるのが重要です。斜面で体が前傾を助けてくれますね。これ、一番ちょっとぐらいしちゃうんですけれども、もし、これが、こんな高いものでなくても、バランスディスククッション、こういうやつですね。こういうやつでも大丈夫です。はい、これの前面に座れば台の高さで体が前傾しますね。
はい、ちょっと壁にくっつけることができなくなるんで、その部分は少し難しくなるんですけれども、前半分に乗ると体が前に倒すのは楽になります。前傾しているので。もしこれが低すぎるんでしたら、この下に、キックビットでも何でもなんか台になるものを引いて、これを高く上げればいい感じになりますね。はい、はい、それでは、最後にもう一回、さらっとまとめと、プラスの補足説明ですね。はい、座って足を開いて体を前に倒そうとしても、これは絶対前に倒れない。体柔らかい人はできますよ。でも今体が硬いっていう人はこれだと絶対できないです。骨盤が後ろに倒れて体が後ろにいってるので、これはどんだけ頑張っても無理ですね。体が前に倒れる状況までいかないと、重力を使って重力を利用しながら開脚がストレッチが進む形にはならないです。はい、だからそのためにまず股関節の形を作る、ね、はい、お相撲さんの姿勢です。はい、でこの時、はい、足が中に来ないように、足が中に来て邪魔のようだったら頑張って手で開きながら、なるべくストンと足の間に上体が落ちるようにしてください。手で体支えるとダメですよ。はい、なるべくストンと。はい、もしこの姿勢が取れないようでしたら、開脚前屈の前に必ずこの練習をしてください。この姿勢が取れるところまでいかないと開脚前屈は無理です。逆に言えば、この姿勢が取れるようになれば開脚前屈の7割、8割、9割ぐらいはもう OK ですね。はい、でこの姿勢の補助運動としては、逆正座という姿勢がありますね。はい、これも、はい、開脚して股関節を折っている形、ね、膝関節は伸びてないけれども、股関節を折って開脚している形のサポートになっております、ね、ですからこうなったらダメですよ。これは股関節が折れてないから足の開かないです、ね、こうやったらダメです。背筋を伸ばしてこういう姿勢を取りましょう。この状態で足がピタッと伸びていれば、これも開脚前屈ですね。はい、もう一回戻って、はい、お相撲さんの姿勢が取れた。でこの状態から片っぽ股関節が折れた状態をキープしたまま、ちょっとずつ膝関節を伸ばしていく。膝関節が伸びを無理やり伸ばそうとして股関節が伸びたらダメですよ。股関節を折ったまま、股関節を折ったまま、左右両方頑張ってください。できるようになったらちょっとずつ両足に変えていく。股関節を折ったまま足がどんどん伸びていくと、お尻を後ろに引けて上体が前に倒れた形で、このままストンとお尻がついてしまえば、これで開脚前屈の完成です。はい、頑張ってください。押す。では、開脚前屈講座いかがでしたでしょうか。最初に言ったように、私は、足を90度に開いて体を90度に立てるっていう姿勢が取れなかったところから、あのやり方で42歳の時に1ヶ月半ぐらいで開脚前屈が、完全にできるようになりました。はい、皆さんも多分できると思うので頑張ってください。で、その時にね、コツコツ頑張るっていうのが一番重要なんですけれども、無理に毎日やらなくていいです。はい、僕も毎日やれば柔らかくなる、毎日やれば柔らかくなるって言われてたんですけれども、毎日やるのってやっぱりいろいろね、難しいですよね。面倒くさいですできないです。ただ、ある先輩にものすごく体の柔らかい先輩にですね、いや3日に一遍とか1週間に一遍でいいんだよって、筋トレでもですね、超回復って言って、毎日同じ部位を筋トレするとむしろ筋肉が痩せていくっていうのありますよね。はい、練習してトレーニングをしたら、それを休養させて、でそこに栄養を入れて、初めて、筋肉が発達すると。同じようにストレッチの方もですね、開脚前屈、無理やりさっきみたいにガーッとこう一生懸命限界まで開こうとすると人体にものすごく負担かけます。ですから毎日やると回復が間に合わないんで、3日に一遍とか1週間に一遍でいいんだよと。
ね、ガツッとチャレンジする、ストレッチは、そのぐらいでいいと。あとは軽く体をほぐすような形で動かすだけで別にいいんだよというふうに言われて、それでそうなのかってすごく気が楽になってですね、もう一回チャレンジしようと思ったっていうのが、本音ですね。ただ、実際にその1ヶ月半の時にはもう僕は毎日やりました。なんで毎日めちゃくちゃ痛くなるんです。めちゃくちゃ痛かったんですけれども、毎日やると昨日よりもちょっと、前に倒れた、昨日よりももっと前に倒れた、昨日よりももっと倒れた、面白くてしょうがなくなるんですね。で痛いんだけれども、昨日よりもすごい、昨日よりもすごい、昨日よりもすごいって嬉しくなっちゃって、もう毎日やってました。はい、オーバーストレッチにならない程度に頑張ってください。OK、はい、じゃあはい、またはい皆さんに有益な動画が撮れるように頑張ります。オス